皆さんこんにちは。今回は知らないことがいっぱいすぎた韓国旅行に密着動画。スウェーデン人の夫が初の海外のお仕事を頑張る間、私は韓国グルメにショッピング、観光まで全力で楽しんじゃいます。2人の目線から見える思い出がいっぱいの5泊6日をよかったらぜひ最後までご覧ください。前回はスウェーデンからソウルまでの空の旅と韓国1日目をギュッとまとめたので、まだご覧になっていない方がいたらぜひそちらもチェックしてみてくださいね。2日目の朝ごはんはこちらとこちらを食べます。そしてそれぞれドリンク、ちょっとよくわかんないドリンクとこのドリンクね、なんかデザートも買いました。結構甘いものは売ってるけどしょっぱいものが売ってないイメージで、そう甘いものは結構すぐ見つかりましたね。今回は韓国に滞在した5泊6日を密着する動画で、リクエストがあれば韓国で何を食べたかというお食事編も別の動画にしたいと思っています。ではいただきましょう。今回の韓国滞在はヨハンは学会に参加するのがメインなので、毎朝8時になるとホテルの前に来てくれるシャトルバスに乗って大学へ出発。学会の会場となるソンギュングワン大学校は620年以上の歴史のある東アジアで最古の大学。私も後日お邪魔したので、その様子は滞在の後半で詳しくお見せしますね。いってらっしゃい。またね。バイバイ。ハロー。はい。ということでね、実は今日の朝はね、そこで仕事をしていたんですけど、もうあと15分ぐらいでコリアンライブ、韓国でライブをするということで、その準備、メイクアップをしていこうと思います。ヨハンは今なんかモーニングセッションって言って学会のいろいろやってるみたいなので、3時ぐらいかな終わるみたいなので、それまではライブして、その後ちょっとお昼ご飯一人で食べに行って買い物しようかなと思っています。はい、ではこれからライブしたいと思います。こんな感じで18名の方、21名の方待ってくれていて、ちょうど11時になったのでこれから始めます。スウェーデンからいつものマイクを持って行ってはいたんですが、ライブで音が出ないアクシデントに見舞われ、結局スマホで生配信をすることに。ゲリラライブでしたが、参加してくださった皆さん本当にありがとうございました。一番最初の日はミョンドンにお買い物に行くことにしました。暑い。ちなみに私はすごい夏らしい洋服で、もうほぼ裸で歩いてます。この時はホテルの位置関係などよく分かっていなかったんですが、調べてみるとミョンドンまで徒歩5分、バスで8分ぐらいで行けそうだったので、韓国2日目のこの日はミョンドンへ向かいます。バス停にやってきました。これに乗りたいんだけどよくわかんないなさっきさバス来てさ乗ろうと思ったらさ、もうさ10秒以内にさ扉閉められちゃって乗れませんでした。すごいもう早い、もうなんかスピード感がすごいんだけど、ここみんなさ自分のお目当てのバスが来たらさバババババって走って入っていく感じがすごい笑っちゃった。私はもうあと10秒ぐらいこうね、わーってこう近づいていってたんだけど、全然普通に閉められて行っちゃいました。なんかさバス乗ったんだけど、カードで払いますかって聞いたらなんかめっちゃ無視されて、みたいな感じでされて、でなんかみんなが支払ってるなんかピッてする場所があったからピッてしてみたんだけど、多分カード用じゃなくて、なんていうのかな、Pマネースイカ用みたいなところだったので、なんかあんまよくわかなくって、1500ウォン ?150 円ぐらいだからいいのかなと思って、なんかもうノレノレみたいな感じだったから座って、で帰りもさ一応さピッてさみんなしてたからさ、自分のカードでピッてしてみたんだけど、なんかピッてなったかあんま分かんなくって、ミョンドンに来たんですけど、今からさっきライブした時に教えてもらった中国大使館前の両替所に行ってお金を変えて、そこで交通カードみたいなやつを作ろうかなと思っています。なんか夢中で乗っちゃったからもう最悪なんだけど。
この竹下通りみたいな、多分メインストリートかな。ここでお買い物をしていきたいと思います。これが多分中国大使館で、その目の前にあるのが、教えてもらった中国大使館前観検所かなと思います。今日はこんな感じらしいです。これがいいのか悪いのか私にはわからないんですけど。中国大使館前ではなぜか1万円札しか受け取ってくれなかったので、すぐ近くの両替所にも行くと、こちらでは1000円札もすべて両替してもらうことができました。これから T マネーを買いに行きたいと思います。韓国の IC カード T マネーカードはコンビニでゲットできるんですが、チャージは現金のみと聞いていたので、バス移動でこれから困らないようにヨハンの分もゲット。今わかんないけど真ん中にいて、もうねすごいたくさん屋台が出てて、ちょっと感動してます。ショッピングのストリートなんだけど、屋台の数に圧倒されて、種類は結構似たものもたくさんあるから、全部が全部違うわけじゃないんだけど、素晴らしいと思う。初めてのミョンドンでまずびっくりしたのが、このメインストリートに並ぶ屋台街。様々な屋台が並び、どれも美味しそうで迷ったんですが、私が最終的に選んだのは、買いました。初めての屋台1つ目は、多分これはヤンニョムチキンで合ってるかな。まだねお餅の部分食べてないんだけど、このチキンめちゃくちゃ美味しい。なんかねちょっと辛いんだけど、なんかスパイスがね効いてて、辛いだけじゃなくて美味しいです。そして次にやってきたのは、韓国コスメが買える大人気スポット、オリーブヤングです。オリヤンに入りたいと思います。ここすごい大きい。ちょっとね、基礎化粧品的なやつを探したいと思います。こちらの店舗は2階建てで、お店の中も広く、とても見やすかったです。この日は下見だけで何も購入していないんですが、妹のエリも韓国コスメが気になっていたので、商品の写真などを送りながらいろいろ買うものを相談したりしました。そして次にお邪魔したのがワッペンハウスというこちらのお店。スウェーデンにはこういったカラフルでポップな可愛い文化ってあまりないので、ミョンドンのお店に入ると渋谷や原宿みたいな雰囲気で、キャラクターも多くすごく新鮮に感じました。私は種類がありすぎて迷ってできなかったんですが、こういった自分好みでカスタマイズグッズが作れるお店が多くて、これが最近流行っているのかと勉強にもなりました。でも久々の都会だったので、人混みや賑やかな音、目から入る情報量に圧倒されてちょっとだけ疲れてしまったので、ここで一旦カフェで休憩しようと思います。めっちゃ人が多いね、やっぱり。本当に屋台も多いし、人も多いし、お店の人もさ、お店の目の前に立ってるからさ、なんか入りにくいなと思って、試供品とかくれようとする、すごいフレンドリーっぽいんだけど、いざ入るとなると、なんかちょっと緊張しちゃうみたいな感じです。はい、ということで美味しかったです。お、暑い。もう中にいるとさ、アイスクリーム食べてってさ涼んで寒いぐらいなんだけど、外に出ると何度ぐらいなんだろう。多分32度ぐらいありそう。でもすごいなんか一人でも楽しめるからよかった。韓国すごい楽しい。旅行に来てよかった。これからね、視聴者の方に教えていただいた韓国のユニクロみたいなファッションブランドがあるということなので、近くにねあるはずなので、ちょっとそれを探していきたいと思います。この8セカンズっていうお店に行きたいと思います。店内の撮影は禁止だったんですが、スタイリッシュでシンプルで可愛い洋服も多く、この2着を試着させてもらいました。そしてアイアムというお店では韓国製の T シャツがすごく可愛くて、ユニセックスはヨハンにもサイズがぴったりそうだったので T シャツを3枚ゲット。ホテルに帰るためにバス停に向かっています。ここから仕事帰りのヨハンと合流し、有名な屋台で夜ご飯にしたいと思います。
1日目に続きスウェーデンから一緒に来たみんなで夜ご飯を食べることになり、ホテルの近くにあったクワンジャンシジャンという市場にお邪魔することに。なんかすごいね、こうやってアーケードみたいな感じになってて、そうなんか洋服とか布団屋さんとか結構たくさんあって、これからフードマーケットに行こうと思います。こう4つに分かれてるんだ。ご覧いただけるように屋根がついているアーケード街で、5000店舗が軒を構えるソウルで一番有名な市場ということで、私たちはかなり圧倒されています。この夜にいただいた食事は韓国旅の食事編で詳しくお見せするんですが、このクワンジャンシジャンは100年以上の伝統があり、韓国料理や韓国食材だけでなく、生活用品や工芸品、お土産も手に入る総合市場なんです。アーケード下の十字路には200以上の屋台がぎっしりひしめいていて、現地の方にも観光客にも大人気なお食事スポット。どう？楽しいね。楽しい。本当人も多いし、お店がたくさんある。おはようございます。今日は、月曜日です。韓国3日目になります。ちょっと私が朝ごはん担当ということで、またコンビニで朝ごはんを調達したいと思います。これが3日目の朝ごはんです。はい、今ヨハンさんとバイバイをして、今朝の8時10分なんですけど、なんか6時半まで学会あるらしくて、まあすることがないわけじゃないんだけど、長くねみたいな今日これさ、私昨日買った T シャツなんだけど、こんな感じでちょっと T シャツさ、なんかさメイドインコリアの T シャツいっぱい昨日あってさ、ちょっと感動したんだよね。日本のそのブランド、そのユニクロとかでもさ、メイドインジャパンとは書いてないじゃん。でも韓国のさ、なんか最先端のファッションなのか、なんか T シャツのデザインも可愛くて、なんか質感も全然よくって、メイドインコリアのやつがいっぱい昨日あってさ、でヨハンにも1枚 T シャツ買ってあげたんだけど、めっちゃ気に入ってて、それでヨハンはまた T シャツを買ってほしいということなので、トンデムンに行っていろいろ見ようかなと思っています。アクセサリーもいろいろ買いたくて、ちょっとね今日はお金を散財する日、楽しみなので、皆さんにもその様子お伝えできればと思っています。お疲れ様です。ちょうどね今12時半なんですが、仕事をしました。頑張りました。でね、お腹ペコペコなので、これから外に行ってお昼ご飯食べてトンデムンに遊びに行こうかなと思っています。なんかね、バスで行けば20何分ぐらいで行けるそうなんですけど、歩いて行っても30分らしいので、そのレストランを探すついでに歩いて行きながら、もう見つけたお店で食べようかなというふうに思っています。多分気温計かな、ニコニコマークが書いてある。あ、気温が 27.6 度、84% 湿度のことでしょうか。雨かな。風速南方みたいなこと。すごい、こんな感じで、はい、たまたま見つけた天気予報機械くんに教えてもらいました。見てください、これがトンデムンですかね。すごい立派な交差点で、すごいね、昔のさ歴史的建造物がさ、こうやって大きな道路の目の前にあるっていうのがすごくコントラストがあって面白いなと思います。なんかさ、韓国のテレビを見てるとすごくキラキラしてて、出てる出演者の方、出てる人がみんな若くて、しかもすごく着飾ってる感じなのね。だけど実際にさ街を歩くと、なんかすごい専門店っていうのかな、なんか布だったりリボン屋さんだったり毛糸屋さんだったり布団屋さんとか鍵屋さんとか、もうなんかもういろんな、もう全ての日用品に必要ないろんなものが売ってあるんだけど、それをさ見るとさ、みんな個人商店やってて、なんか座ってそこにいる人たちがすごく
なんか生き生きしてる感じがするんだよね。だからその韓国のテレビとかで見るイメージ、私はすごくキラキラしてて、なんか若い人が多いのかなとか勝手に思っちゃってたんだけど、街に来るとさ、いろんな人がいて、おじさんおばさん、私と同年代の人もいるし、なんか本当におじいさんおばあさんもいるし、なんかちゃんとした韓国の部分が見えて、ちょっと今すごくワクワクしてます。個人商店みたいなお店にはさ入れないからさ、やっぱ外国人向けのお店にはなっちゃうんだけど、私の買い物の様子を皆さんにお伝えしたいと思います。ついに私が行きたかったこのショッピングプラザっていうやつかな。すごい長いんだけど、いつまであんのっていうぐらい長い。漢字では東大門と書くトンデムンというこちらの地域は、数ある卸売市場をはじめ巨大なファッションビルや一般の人も購入できるマーケットがいくつも立ち並んでいて、韓国随一のファッションの街と言われています。この街はなんかすごく夜が栄えてるみたいで、このさファッションモールっていう場所も夜の8時に開いて閉まるのが5時なんだって。まずは視聴者の皆さんに教えてもらったおすすめのアクセサリーショップにお邪魔したいと思います。私はすっかりイヤリングのお店かと思っていたら、何でもありますね。すごい、もう無限にアクセサリーがあります。洋服も売ってあるんだ。カバンも何でも売ってあります。ニューニューでは可愛いなと思ったヘアアクセサリーにピアス、キーホルダーなど欲しいものも全て買ったんですが、ほとんどの商品が500円以下だったので、10点で4500円ととてもお買い得なお買い物ができました。またニューニューのすぐ隣にあるミミラインというお店も視聴者の方からおすすめしてもらったので、早速覗いてみたいと思います。店頭入ってすぐにこのビーズの指輪がめっちゃ可愛くって、ここを今見てます。これを贈り物にしてもすごく良くない？これでほら600円ぐらいだし、すごいいろいろ可愛い。こうやってさまとめてあるとさ選びやすいし、何色がいいかなとか思いながら人にあげるのもいいなと思って今選んでます。すごい買うつもりなかったんですが、めっちゃカゴにいっぱい入ってます。今何を買ったか知りたいと思ってくださった方はぜひコメント欄にリクエストお願いします。こちらのザ・マスクショップっていうところが日本円で買い物ができると聞いたので、早速入ってみたいと思います。こちらのお店はマスクショップという名前だけあって、フェイスマスクが他の店よりもお安く大量に置いてあるお店で、自分用とお土産用にたくさんご褒美で買ってしまいました。そして2階と3階には韓国のお菓子や雑貨も置いてあって、ここでもいろいろ手に取ると1階のレジにお会計へ向かいます。ちなみに韓国では数千円でも免税してくれることが多いんですが、このお店は免税をしないシステムみたいで、あとは支払いが現金のみということが注意点となっています。でも嬉しいことに海外なのに日本円が現金で使えるので、すごく助かりました。はい、めっちゃいっぱい買い物しました。ヨハンと待ち合わせをして、あの壁のところに実際に行ってみたいと思います。ヨハンさんと合流しました。イエーイ。ロンデー、お疲れ様。今からこの後ろのウォーを見に行きたいと思います。Sounds cool. Shall I check it out? Yeah. トンデムンは正式にはフンウィンジムンというそうで、韓国の国宝として第1号に指定された歴史的にとても大切な建造物。すごいです。景色よーい。もうすぐ頂上。600年前にはこんな風に壁がずっとつながっていて、
かつて朝鮮時代の首都を守るために町をぐるっと囲んでいたそうです。都の東を守ったのがこちらのトンデムンだったみたいで、その様子が今でも大都市に残っていて、見ていて感動しました。ということで夜ご飯です。Let's find some place. Yeah, let's. おー、なんか美味しそうなレストランがあるようですけど。オーロレストラン。ね、まあここから選ぶのもいいよね。夜になるとネオンのおかげか、明洞の活気がさらに増している感じがしました。数えきれないほどのいろいろな飲食店が並んでいて迷ったんですが、この日すごく美味しい夕食がいただけたので、それは来週お見せしますね。おはようございます。はい、今日は大学にお邪魔することになっておりますので、今タクシーをホテルの人に呼んでもらって、あと3分で来るって。How are you feeling? Feeling good. Today is nothing special except for the gala. I think it's gonna be fun to go to the dinner. ね、ディナー。ということでタクシーが来るまでもう少し来たかもしれない。ということでまたね。これすごい綺麗なキャンパス。あ、これ見えるやつじゃん。From the hotel. We see that. ということでヨハンがお世話になっている大学にちょっと私も足を踏み入れたいと思います。ヨハンがソウルで参加する学会は全部で4日間。この次の日、最終日にヨハンのペーパーの発表があるそうで、この日もちょっとだけ緊張気味のヨハンでしたが、韓国の学会ということもあり、日本からもたくさん参加されているみたいで、興味のある分野で研究者の方と話すいいきっかけになったみたい。See you in an hour and a half. Yeah. Bye bye. Good luck. お仕事頑張ってね。はい、そしてちょっと大学で場所を借りてお化粧もして、今はねまだね顔がサラサラだけどもすぐテカテカになっちゃう。だからなんか韓国で今からはもうハイライトとか使わず、なんていうかな、粉で押さえて、ね、でも汗かいちゃうからすぐねテカテカになっちゃうんだよな。まあそんな感じで皆さんにね見せたいものがあって、じゃん。ホテル&トアガイドで、私たちが住んでるホテルが大白路っていう場所で何が近いかっていうのが書いてあったりして、でその裏にさ、じゃん、フードガイドもね書いてあるんだけど、これがさ全部さインターナショナル系の料理だったりして、なんか面白いなと思った。もちろんコリアンフードもここには書いてあるんだけど、基本的にさハンバーガーとかタコスとか、はい、こんな感じでいろんなねお店がさ、本当にいろんなお店があって、普通選べないと思う。こんなにたくさんあったら、なんかそれがスウェーデンとさ全然違うなと思って、こっちはもう本当に外食がお手頃だし、なんか早いし、いっぱいさ選択肢があるからさ、なんか都会に住むのもいいなって改めて思ったりしました。あとさ、そうこのコリアオフィシャルガイドブックももらいました。今日明日明後日3日間あるからさ、何を見ようっていうのをさちょっと勉強しつつ、でも私はちょっと今週の土曜日に出す1週間の夕食の動画の編集がまだ残っているので、そちらを頑張りたいと思います。すごいなんか懐かしい感じがする。セミが鳴いててさ、暑い暑いな。やばい。Definitely the warmest day now that the sun is out. そう、本当に暑い。 This is the first time I've seen the sun out. いやー、太陽が暑いです。ちょっと今日は初めてコリアンスーパーに寄ってみたいと思います。もう涼しい。なんか野菜となんかすごい日本な感じがしますね。ねえ、見てくださいこの大きなハニー。そして
なんかさ、すっごいさ大きいジャム2キロだって。やば。私たちがさチーズを2キロで買うみたいな感覚でさ、多分ジャムがさ巨大なんだね。ここら辺のコーナーもさ、多分ティーなんだけど、なんかいろんな種類があって美味しそう。そしてコリアのヨーグルトとか結構みんな美味しいって教えてくれたんですけど、多分これかな。なんかこっち側にヨーグルト入ってて、こっち側にシリアル入ってて、なんか入れて食べるみたいな、こういうことじゃない？これがなんかきっと美味しいんだと思う。私は食べたことないけどまだ。ね、あとこのグリークヨーグルトがねめっちゃ流行ってるんだって。ピーポー高くね？あ、4つ入ってるのかな。はい、これが人気らしいですよ。朝ごはん、ブレックファースト。これもお酒なのかな。どれがお酒かあんま分かんないね。 They're all this is in it. Yeah, even that one? Yeah, that one too. 昨日は私飲んだお酒がさ、あ、これ昨日これ飲んだんだ。 When you What? didn't know you were gonna get drunk. はい、一人でこれ飲んだ。お昼に。しかも Does it say? 分かんないでしょ。 It doesn't say much about like No, how strong. No, it doesn't. 私は指さしてあれ飲みたいって言って教 I えて。 think this is it. Yeah, 16%。 That's very hidden. でしょ。だってここにさ Here ここにさ5って書いてある。 5% かなって思ったわけ。そんな感じでお酒コーナーもいろいろあります。この日は学会が開催するバンケットがあるということで、プラスワンで私も参加させてもらうことになりました。送迎のバスが来るまで2人でスーパーに行ったりカフェでゆっくりできてよかったです。すごい。3台のバスにお迎えに来てもらって、これからバンクウィットにみんなで招待されたので行きたいと思います。実は今回の韓国滞在で道路事情が私たちにとって一番のカルチャーショックだなと思ったんですが、車線の数も車の数自体ももちろん多いというのもあると思うんですが、運転のマナーが日本やスウェーデンよりもかなり荒くてびっくりしました。ソウル市内を走っていると、車やバス、タクシーにかかわらずかなりの確率でクラクションを鳴らしていて、追い越し方もワイルドなので、接触しない？大丈夫？とハラハラドキドキの道中でした。宴の会場にそろそろ到着です。ソウルの真ん中を流れているハンガンの川辺に浮かぶ人工島セビッ島に到着しました。Floating Islands Convention っていう場所で多分ご飯食べるのかな。なんか宴があるとかないとかよくわかんないけど、はい、楽しみです。会場に到着ですね。すごくない？いっぱいさ、結婚式みたいな感じでいっぱいテーブルがあって、はい、なんかこの日はいろんな人を通して研究者としてのお仕事を垣間見れた気がして、アカデミックで働く人たちのやり抜く力ってすごいなぁと改めて思いました。セビッ島は光の三原色という意味があるみたいで、暗くなってからのイルミネーションもなかなか素敵でした。レストランだけではなく水辺で楽しめるアクティビティもいくつかあって人気のデートスポットみたいです。すごいな。すごい。お腹いっぱい？お腹いっぱい。いや4日目が終わりになります。今日一日はすごいなんか不思議な日だったんですけど、ヨハンにいろいろついていって、なんかそのアカデミックの世界がどんな感じかっていうことを知れて、とても勉強になりました。ということで明日はマジで楽しみなパーソナルカラー診断ミョンドンに行きます。一人です。でヨハンは最後のプレゼンテーションがあるのでめちゃくちゃ緊張する日らしいんだけど、私はちょっとまた一人で楽しく遊ばせてもらいたいと思います。韓国5日目、この日はソウルを満喫できる最後の日ということで、ヨハンが論文発表をしている間に私はミョンドンでパーソナルカラー診断に挑戦。自分でも意外すぎた診断結果は別の動画を編集中なのでお楽しみに。ちょうどさ2時に兵隊交代式みたいなやつに行きたくって、あと20分でその会場に行きたいんですけど、暑い
なんかすごいバーベキューされてるような。暑い。こんなに暑いの何年ぶりってぐらい暑いです。せっかくさメイクしてもらったのに。島チョゴリを着た方々がたくさんいますね。到着です。この王宮の中に入っていきたいと思います。韓国の伝統衣装を身につけているとキョンボックンに無料で入ることができると聞いていたんですが、なぜかこの日はそもそも入場が無料の日だったみたいで、私にとってはすごくラッキーでした。すごい準備されてます。交代の儀式は1日に2回、午前10時と午後2時に行われると聞いていたので、15分ほど前からスタンバイしていたんですが、1時52分ごろ、交代をする前の護衛隊が静かに行進を始め、엄격한 절차를 통해 선발되었습니다. 경복궁에서 진행되는 수문장 교대 의식은 경복대전 宮殿に太鼓の音が鳴り響き、それに合わせて人がどんどん集まってきました。いよいよセレモニーがスタートです。交代を終えた交代スムンジャンは交代の状態を確認するためカンファムンの外側へ移動し、15分ほどの短い式でしたが、始まりの太鼓の音、そして韓国の伝統楽器の音色を聞いていると、かつての朝鮮時代を見ているような600年前の歴史の中に吸い込まれたような気分で、とても貴重な体験になりました。そしてパレスの中に入ってきました。すごい、なんか日本にはないような、なんか落ち着いた色で、わー来てよかった。いやーすごい、天井が広い御殿になってて、装飾がさ多分全部木なんだけど素晴らしいです。本当にさ、アニメの薬屋の独り言を思い出すこの色彩、すごくない？宮殿の建物も護衛交代式も素晴らしかったんですが、この蒸し暑さが久々で体が慣れていないのか、外にいるとフラフラしてきたので、ここで一旦休憩するためカフェを探すことに。セミがすごい、どこ行ってもセミが鳴いてる。カフェに到着です。実はここまでで何軒かカフェに入ろうとしたんですが、どこも人がいっぱいで座れる席が見つからず苦労しました。ユズスパークリングミントグリーンティーっていうやついただきます。韓国はとにかくカフェが多いと聞いていたので、簡単に見つかるだろうと油断していましたが、平日のお昼でも満席って結構あるあるですか？結局はその入り口の目の前の涼しくない席に今いるみたいな。しょうがない、私が先に席を取らなかったから悪かったのかな。席を移動してちょっと編集作業をしています。 iPhone と MacBook さえあればこんな感じでどこでもいつでも動画編集ができるので、観光の合間の時間を使いながら韓国でも1日5時間ほどはお仕事の時間に充てることができました。私は学会の参加者じゃなかったのでヨハンの発表を見に行けなかったんですが、ヨハンの同僚が動画を送ってくれました。2人とも初めての韓国での学会、本当にお疲れ様でした。ヨハンのプレゼンテーションが終わったらしいので、これからレストランに2人で行って最後の夜のねご飯を食べたいと思います。美味しかった。美味しかったです。まだ暑いけど、でもさっきよりマシかも。
I guess it's a little bit better.そう、最終日にどうしてもヨハンと一緒に来たかったのがこの伝統的な家屋が並ぶプクチョンハノクマウルというエリア。有名なフォトスポットとして観光客に大人気で、入場はもちろん無料なんですが、人が暮らしている普通の住宅街でもあるため訪問できる曜日や時間が決まっているそうです。私たちはそのことを現地の標識を見て気づいたので、もし皆さんの中でこれから訪問するよという方がいたらぜひ参考にしていただければと思います。 It smells like wood, isn't it? The houses. Yeah. It smells nice. すごい。すごいね。Really pretty place. めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗ね。坂道や階段がいっぱいで歩くのが大変だったんですが、坂の上から見た景色が最高で、最終日に2人で来れて本当に良かったです。こちらのオリーブヤングで買い物です。もうすごい夜なのに人がいっぱいいます。はい、オリーブヤングでいろいろちょっと購入しました。特にリップ系はね、こちらで買わせていただきました。よかったです。実は最終日の夜、これで最後かと思うといても立ってもいられず、また夜の街へ繰り出し、間違ってサムギョプサルを2回も食べることになってしまったんですが、お腹いっぱいで大満足。ゆっくり散歩をしながらホテルまで歩いて帰ることに。そして明日はいよいよヨハンにとって4年半ぶりの日本に出発です。おはようございます。今日は、最終日って言ってももう出発の日なので、朝の9時過ぎ9時半ぐらいかななんですけど、これから空港に向かって福岡に行きたいと思います。今日も一日楽しみたいと思います。今からバスに乗るんですが、最後の3万5000ウォンたまたまあったんですけど、現金かもしくはなんか変なカードでしか乗れないということで超良かった。3万4000ウォンで空港まで行けるそうなので、そう良かった本当に。これからこのバスに乗って空港に向かいます。空港にちょっと10分ぐらいかな遅れて到着です。でも私たちは大丈夫ですね。一番上のやつです。7895。今日は空港でお昼ご飯ブランチです。朝ごはん食べれなかったのでこれを食べたいと思います。初めて食べるやつ多分で、ヨハンはこれだね。 I hope it's egg sandwich, but we'll see. わかんないね、何サンドイッチかね。これも買いました、デザート。It looks very nice. It's very difficult to know what you're buying here. I thought I bought an egg sandwich this morning. It looked about the same as this. And then it was some kind of kimchi fermented salad. It looked like egg, mixed with egg. It wasn't good? No, it was alright. Oh, but okay. I wanted an egg sandwich. Yeah. Not Yeah. a kimchi sandwich. Yeah. いただきます。いただきます。韓国と福岡ってすごく近いので、プサンからフェリーで帰ることもできたんですが、今回は1秒でも早く日本に行きたかったので飛行機に乗って帰ります。この後は韓国よりももっともっと暑い日本へ行き、2人でイメチェンをしたり、温泉旅行に行ったり、スウェーデンに帰れなくなったり、衝撃なことたくさんあったんですが、その様子は毎週のメンバーシップ動画でリアルタイムでお届けしていますので、気になる方はぜひそちらをチェックしてみてください。Hello! ベスティスメンバーに入ってくださっためぐみさん、他333名のメンバーの皆さんもいつも本当にありがとうございます。